おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。本日は朝から強く円高方向に動いておりますが、この先の動きどうなるのかというところをまた1時間足で詳しく見ていきます。まずはポンド円の日足からです。現在は下落から上昇にトレンド転換をしてきている最中。ただし以前から言ってますこの高値ですね。ちょうどそこで今上値を抑えられているところ、そこでダブルトップになって下落してきているという、そういう状態です。ストキャスティクスも高値圏、マクディも弱くなってきましたね。なのでこのまま下落していく可能性は十分ありますが、GMMA は下から上向きに変わってきておりますので、下がったところはまた買い支えがされやすい、そういう状態ではあります。ただ今これダブルトップのネックラインを下回ると大きく下落、この辺ですね、187円を目指して下落していくと思いますので、まずはダブルトップのネックラインまででサポートされるかどうかっていうところを見ておきたいです。では4時間足です。4時間足は上昇トレンド中、GMMA の青帯、上向きで上昇トレンド中なんですが、ここのところ GMMA にサポートされているんですが、上値が非常に重いですよね。徐々に上値を切り下げてきてます。ということはここから下抜ける可能性があるということですね。そうなると先ほど日足で言っていたこのダブルトップのネックライン付近まで下がってくる192円ぐらいまでの下落が考えられます。ただ現時点では今は GMMA の青帯付近にありますので、そこでサポートされるかどうかですね。ここでサポートされるかどうかを見ておいてください。ここを下抜けてくるともう一段の下落が考えられます。下抜けられないと直近の高値を目指して上昇していくと考えます。では1時間足です。4時間足は一応上昇トレンド中なんですが、4時間足の GMMA がこの辺を走っているんですね。ただそこに接触してからの反発が弱いですねって先ほど言いました。高値をこうやって切り下げてきてますので、今はこういう1時間足では下落トレンドを作ってきているんですね。と考えるとこういう動きが想定できますので、基本は上がったところから売っていく戻り売りですね。昨日の高値とか、そのこことかですね、このあたり、194円のミドルぐらいとか、195円手前ぐらいまで、そのあたりまで上がってくると再び上値が重くなってくると思いますので、現在はここはダブルボトムみたいな形にはなってきてますが、基本的には GMMA の青帯で上値を抑えられてますので、このまま下抜ける可能性が高い。ただし、1時間足の GMMA 横ばいですよね。横ばい。なので、考え方としてはレンジです。こういう動きを想定しておいてください。そのレンジの中で、直近ではこの赤い水平線、このあたりが意識されてますし、この辺も意識されてくる。そして上昇してくると、この辺の黄色のゾーンですね。このあたりが意識されてますので、その辺まで上がってきてからの戻り売りを考えておく。そして先ほど言った GMMA の青帯も意識されてます。ですので、方向としては下落トレンドですので、下抜ける方向なんですが、もし GMMA の青帯を上抜けてくれば、上昇しやすくなってきます。昨日の動きを見ていてもわかるように GMMA の青帯から下落してきてますので、逆にここ上抜けていくと上昇しやすくなりますが、先ほど言ったように基本はレンジですので、上がったところは売られやすくなるので、中途半端なところでエントリーするんじゃなくって、しっかりと水平線まで引きつける、そして抜けてから、この抜けてからの動きについていくのが安全です。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は下落トレンド中という話をしてましてね、その中で一旦調整の上昇、そこからのこういう下落をするのかどうか、GMMA を上抜けるのか、GMMA から下落するのか、今はここでのこういうレンジですね。それを下抜ければ下落トレンドに戻っていくし、上抜けると下落トレンドを崩してくるという考え方です。ストキャスティクスは高値圏です。では4時間足です。4時間足は上昇トレンドなんですね。ただこの上昇トレンドは日足の下落トレンドの中の調整の上昇、そして昨日の動きを見ていると上値が重いですよね。先ほどのポンド円と同じく高値を切り下げてきておりますので、こういう動きを想定しておいてください。では1時間足です。1時間足はポンド円と同じく GMMA の青帯が横ばいですね。GMMA を上抜けたり下抜けたりしてます。結構わかりにくい動きをしてますので、トレードはしっかり引きつけていく。例えば昨日の高値付近まで引きつけるとか、この辺ですよね。149.5 付近まで引きつける。そこからの反発ですね。例えば昨日ここでこういう風に一度トレンドを作っているんですが、この押しですね。ここを下抜けると、ここからの下落が考えられますし、逆に言うとこの辺は反発しやすくなりますので、まずはこの水平線を意識しておいてください。このあたりを意識しておく。そしてこの水平線ですね。149.5 を下抜けると結構大きく下落していくと思いますので、149円を切るぐらいのところまで下落する可能性があるので、本日朝から結構強く下落してきてますが、この下落がどこまで続くのかっていうところを見ておいてください。まずは水平線での反発ですね。そして水平線を抜けると次の水平線までの下落。そして 149.5 を下抜けると結構大きく下落しますので、そこの流れについていくという考え方です。
それでは本日は以上です。現在使用しているチャートはトレーディングビューなんですが、使いやすいチャートですので、まだご利用でない方は良ければ一度ご登録ください。無料で利用ができます。概要欄に URL を貼っておきます。また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な相場分析、そして情報量の多い分析の中で、FX の基礎を学んでいただけるような、そんな内容となっております。週末には限定動画で FX のスキルアップをしていただけるように動画を投稿してます。こちらもご興味があれば概要欄の URL からご確認ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。